やっぱりオフィスワークかリモートワークかで言ったら、通勤時間を抜きにしたら同じ場所で働きたいみたいな感覚が、やっぱり女性の側の方が多いのかなと思ってて。はい、こんにちは。こんにちは。リモートワーク、オフィスワーク。はい。これ話すことなくないですか？もうだって答えが決まっちゃってるから。何ですか、答え。リモートワークいい。リモートワークのいい点を3つ挙げるとしたら。時間の自由がある。時間の自由別に、オフィスワークだってさ、別にフレックス性とかさ、時短とかさ、いろいろあるじゃないですか。ああ、そうですね。通勤時間がない。もう。これはでかいよね。もう、本当に大きい。やっぱりね、このオフィスワークかリモートワークという時に、この通勤時間に会社はお金払わないでしょみたいな、この考えがね、みんな抜けすぎてますよ。ねえ、このストレスお金払われるべきですよね。例えば自分なんか今だったら、都内に行こうと思ったら、電車だけで1時間ちょい。プラスそこのね、準備とかね、考えたら、往復で1日3時間以上は余計にかかるよね。その3時間を例えば時給、3000円から4000円で働こうと思うと、ほぼ1万円分の無駄が発生するわけですよ。しかもこれ毎日。苦しいね。ということは何ですか？もうリモートワーク以外ありえない？ありえないですね。私またちょっと仕事手伝ってって言われてるんですけど、もう絶対行かないって言ってます。でもそれはさ、雇われ側してるでしょ、でもさ、やっぱりジェちゃんもこのいろんな仕事してみてさ、この組織としてさ、なんか大きいプロジェクトを動かすみたいな立場も最近ちょっといろいろ感じてるわけじゃないですか。やっぱりそれでも絶対にリモートワークに分がありますか？ありますね。オフィスワークっていうか、私が今やろうとしてるやつが、現場に行かないといけないじゃないですか。これはすごい問題だなと思ってます。でもやっぱり現場に行かないといけないということは、面と向かってやることにリモートよりも意義があるという感じてるから、そういう活動になってるわけでしょ。で、同じように、リモートワークとオフィスワーク、今リモートワークがいいって言いましたけど、例えばオフィスまで10分で行けるとしたらどうですか？それでもリモートワーク。5分、1分。そうですね。もし、お隣のお部屋がオフィスだったら、マンションの。それだったらいいかもしれない。切り替えできるし。そしたら行くってことね。お隣の部屋がオフィスだったら行くっていうことでしょ？そうですね。なんで行くの？リモートワークできるのに。切り替えられるから。オフィスワークのいいところは切り替えできるから。自分の切り替えだけが問題ということですか？コロナが一段落して、たくさんの会社がリモートワークからまたオフィスワークに戻ってる会社とかあるじゃない？結構有名企業の中でも。やっぱりこれは、すごいいろんな理由があると思ってて、でも俺これまた偏見かもしれないですけど、女性側の方が結構そっちを求めてるのかなって思うんですね。お家だと家事とか育児がざわつくからですか？そういうのもあるのかもしれないけど、もっと本当にとか別個にして、女性の方が空気を読むとか、空気感でビシッとさせるというかさ、なんかそういう方が強いのかなと思ってて、女性の方が、例えばスラックとかで意見をするときに、相手の表情を伺って意見を変えるとか、そういうことに敏感なのかなと思ってるんですね。で、それがやっぱりリモートワークの言いたいことがあったらテキストで言いなさいよ。もちろん必要だったらビデオ会議してくださいでもいいんですけど、やっぱり女性側の方がそれがちょっと不快なのかなと思う。やっぱりオフィスワークかリモートワークかで言ったら、通勤時間を抜きにしたら同じ場所で働きたいみたいな感覚がやっぱり女性の側の方が多いのかなと思ってて。で、自分はこれをやっぱり会社を作る側から考えると、確かにって思うんですよ。私もどっちかというと女性はやっぱ会って話したいっていうのはあるかもしれないけど、上司的に言うとサボってるかもしれないとか、自分が監視ができるとか、そういうなんていうの、自分が見えるとか、それで安心感なのかなと思う。そうだね。だから監視っていう言葉だとすごい強いけれども、監視というまでもなく、自分がここにいて周りをみんなが見える位置にいるみたいなところで、他の人もしっかり仕事をするだろうなとか、なんとなく何か言いたそうな素振りをしているなみたいなのが、やっぱり感じられるっていうのをすごい重視してんじゃないかなと思うんですね。マサトが上司だったらどう？自分が上司だったら、
どういう会社を作るかみたいな感じですかね。いや、まあ、その監視というかさ、うん自分の目に見えるところでうん安心感あります？まあ、全くなくはないけれども、例えば自分がこれからもし組織を作ろうとしたらどういうふうにするかっていうと、その空気感に頼らない生き方ができるようになってほしいと思うので、やっぱり言いたいことは何でもテキストでも言えるようになっとかないとダメだなと思う。なので、そういうことをするように促すし、言い方がきつくて怒るようなこと人がいたら、その言い方がきついかどうかは関係なく、そのメッセージの意味を冷静に捉える人間を育てるみたいな組織づくりをしていくと思うので、なので自分が組織を作るんだったら、まあオフィスはありつつもオフィスリモート完全自由体制みたいなのを作っていくかな。そこですよね。でもそれは対面だろうがリモートだろうが気になる人は気になるし、気にならない人は気にならないんだよね。相手の言ってることが。気になる人が気になるってのは、まあまあわかんないことはないんですけどね。でもやっぱり少しずつそういう人は取り残されていっちゃうんじゃないかなと思うね。だってこの日本のこのさ、人口減ってくると、今みたいに会いたいときは今会って話しましょうよみたいなのは少しずつ無理になってくんじゃないかな。やっぱりリモートで仕事をし続けるみたいな会社も、やっぱりこれから増えていくと思うし、そうするとなおさらね、今回のクライアントは島根にいます、北海道にいますとかだったら簡単にね、ちょっと今日は出張で北海道行ってきましょうかな、みたいな。何やってんのお前って感じじゃないですか。やっぱりそれが今まではそれしか手段がなかったかもしれないけど、よりこう文化としてね、何お金の無駄してんのみたいな、コストをもうちょっと考えろよみたいなプレッシャーがどんどん増えていくと思うので。じゃあそんなところで。はい、というわけで、リモートワーク、オフィスワーク、何かご意見があれば質問、コメントとお待ちしております。チャンネル登録、いいねお願いします。バイバーイ。サムネイル。じゃあ俺がオフィスワークやるから、みなちゃんがリモートワークやって。じゃあリモートワーク、オフィスワーク。難しい。じゃあ横向きですか。横向きあんまりないよね。見つめ合って。はい。じゃあこれでいきましょう。なんか威張ってるそうな感じがするね。そうそう。